どうも皆さんこんにちは、私です。最近はですね、一応暦の上では秋になってきていて、まだまだ暑い日が続くんですが、もう服好きの方はですね、秋冬物の新作とか衣替えの準備をしているんじゃないのかなと。私も最近ですね、服とか靴とかをいろいろ購入していて、今日はですね、このナイキのスニーカーですね。もうすでにですね、タイトルとかサムネイルとかで分かっているとは思うんですけれども、私が新しく買った LD1000 っていうちょっと読み方が正確なのがわからないんですが、そのスニーカーの紹介をしたいなと思います。このスニーカー少し前にストゥーシーが最初にコラボモデルを発売して、それが結構人気で、その後にスニーカーズとかでこれのボディが青色のやつかな、オリジナルバージョンということで復刻されていて、その次に出たのがこの黒だったんですね。でいろいろラインナップを見た中でこの配色が一番可愛いなと思って、これを結構前からですね、狙っていたんですよね。なんかローテクな靴が好きなので、これは絶対欲しいなと思っていたんですけど、無事にですねスニーカーズで購入することができました。抽選とかではなくて朝の先着順だったので、人気度合いとかもですね、事前情報ではそんなに騒がれてはいなかったと思うんですけれども、今回販路っていうんですかね、このスニーカーの販路がスニーカーズと、あとは、ユニオンっていうそのストリート系のセレクトショップ、ファッションブランドみたいなのが、あると思うんですけど、そちらでの独占販売みたいな感じだったので、スニーカーズで買えなかった人が結構プレネとかで買っていたりするみたいで、意外と後になってからじわじわ人気が出てきたスニーカーなのかなと思います。黒で使いやすいですし、ちょっとこのヴィンテージがかったスポンジと、このやっぱレトロな感じのフォルム、かっこいいですよね。合わせる服とかも選ばないと思いますし、あとこのディティール、ちょっと前に話題になっていたボーディっていうファッションブランドがコラボして復刻販売していたアストログラバーっていうスニーカーがあると思うんですけど、あれにちょっと似てるなと思って、私そのボディのアストログラバー欲しかったんですけど購入することできなかったので、今回この LD1000 っていうのをですね購入することができてよかったなと思ってます。合成繊維天然比較合成比較って書いてあるので、このボディがメッシュみたいになっていて、このスウェードが多分普通に本革ですよね。で多分スウシュとかが合皮なんだろうなと思います。あとはこの内張りのライニングが合皮なんじゃないのかなと思います。他にはインソールですね、左足はこういう感じでナイキのなんかホニャホニャっていうその文字が書かれていて、逆に右足はアスレチックスウエストって書いてありますね。これちょっとどういう意味なんだろうか。あんまりナイキとか詳しくないのでわからないんですけれども、ちょっと左右で違ってますよって感じでしたね。かかとのあたりは普通にナイキってこれプリントだと思います。刺繍とかエンボスでもないですね。普通にこの合皮の上に、プリントされているっていう感じだと思います。ソールの形はちょっと台形みたいになっていて、よくあるワッフルソールっていうやつですよね。特筆して何かレビューというか難しいかなと思うんですが、ざっと見た感じではこんな感じのディティールでした。貝紐とかはついてないですね、これだけで。あとはレトロスニーカーっていうことで言うと、ちょっと待ってくださいね。今これ左に持ってきた私が持っているもう一個気に入って履いているレトロスニーカーなんですけど、これはですねエアーペガサス83っていうんですかね。ちょっと前にインラインで出ていたスニーカーです。これもやっぱ昔の83年の OG モデルなのかな、詳しいことわかんないんですけど、やっぱりなんかスーシュの形がボテッとしていて可愛いですよね。ラッパーとかはナイロンにスウェードみたいなスーシュは合皮になっていたり、こっちの LD1000 と同じようなモデルですね。このスーシュの形めちゃくちゃまるっとしてますよね。よりレトロなナイキを感じるというか、こうやって比べてあげると構造自体はなんか似たような、ここにミッドソールにスポンジみたいなのが入っていたりとか、同じような
テイストなのかなと思って、この子は結構 2,3 年前ぐらいに買ったやつで今でも全然履いてるんですけども、やっぱり自分が好きなテイストのスニーカーがこうやって集まってきちゃうなっていう、レトロスニーカーっていうくくりで言えば、この子も持ってたなっていうことで、あんまりこういうインラインのものとか紹介する人いなさそうなので、せっかくなら今一緒に紹介しちゃおうかなと思って持ってきました。この子は一応おまけとして持ってきただけなので、この後はですね、この LD1000 の方をよいしょ、実際にこのタグとかも切ってですね、どんな感じなのかなっていうのをご紹介できたらいいかなと思います。はい、ということで履いてみました。どうですかね。全体的にはこんな感じです。履いてみた感想としては、ライニングがですね合皮になっているので突っ張る感じがあるかもしれないです。かかとのあたりに違和感がちょっとあるので、それがまず1個気になるかなという感じですね。ワッフルソールのスニーカー、結構ナイキさんでいろいろ出てると思うんですけど、私が履いたことがあるのがナイキとサカイとフラグメントがコラボして出していた LD ワッフルっていうスニーカーですね。あれのグレーカラーを私昔持っていて、実は初めて買ったナイキのスニーカーがそれなんですけれども、当時はですね、サイズ感とかもあんまよく分かってなくて、ちょっと違うサイズで買ってしまって、何回か履いて売ってしまうっていうことがあったんですけど、その時のそのワッフルソールの感じが似ているかなと思いますね。このスポンジの感じとか、このかかとがシュッて切れちゃっている感じとかは、そのワッフルソールのスニーカーで同じなのかなとは思います。サイズ感に関してはいつも履いているナイキのサイズ、マイサイズで私は大丈夫です。履いてるのがダンクとかですかね。ダンクとかエアジョーダン1とかエアペガサス83とか、あとはブレザーとか、人によって足の形とか全然違うと思うんであれなんですけど、極端に大きすぎたりちっちゃすぎたりっていうことはないと思います。マイサイズで私は大丈夫でした。あとはシューレースの通し方とかですかね。ナイキって大体このアンダーラップで通ってることが多いかと思うんですけど、私結構オーバーラップとかの方が好きなんですよね。なのでちょっと両方試してみてどっちで履いていくかっていうのは後々ちょっと決めたいかなとは思います。でもアンダーラップの方がレトロスニーカーっぽい感じがなんとなくですけどしているんですよね。実際履いてみた感じはこんな感じですね。見えますかね。特筆してそんなに実際履いてみると全然違いますよみたいなことはないのかなと思います。今はちょっと見やすいようにハーフパンツに合わせて履いているんですけれども、気分的にはちょっとクラシックなスタイルが今気になっているので、冬場とかはね、丈の長いパンツで足元で留めてあげて、でスニーカーでちょっと外してあげるみたいな、そういうスタイリングがしていけたらいいかなと思ってます。他にも持ってるナイキのスニーカーとか興味がある人がもし多いのであれば、いろいろ紹介できたらいいかなと思うんですが、今日はこんなところで失礼しようかなと思います。ではまた何かありましたら動画作っていこうと思いますので、よろしくお願いします。また。